サイドコアの松下徹です。今僕はですね、ロードワークアンダーシティで撮影を行った渋谷川の暗渠に来てます。で僕の背中の方がですね暗渠の出口で、広尾とかに向かって渋谷川流れていく場所で、僕の向かいがですね、渋谷川の、恩田川と歌川という川が合流して渋谷川になるんですけど、その合流地点の方に、ここから、歩いていきます。ロードワークアンダーシティの中でこの渋谷川っていうのは、渋谷川に入ること自体が東京の地下空間の入り口になるっていう場所ですごい重要な場所であるとともに、自分たちにとってもやっぱ渋谷でストリートカルチャーを題材にしていろんな作品やっぱ作ってきたんで、今回 CCBT との協力があってアンダーシティの撮影で入れてすごい良かったなって思ってます。ロケハンしたりとかやっぱした時に、単純にこれ川がついてるだけっていうより、やっぱ生物がいたりとか、なんか物が落ちてきたり流れ込んでくる場所があったりとか、面白さみたいな場所を自分たちで発見することがすごい映像作品の中の演出にいろいろ生かされてるんで、そういう場所をちょっと探しつつ、今からアンダーシティで撮影したこの渋谷川を歩いてってみたいなと思います。ロードワークっていうのは2017年からずっと継続的に行っている映像作品と立体作品のシリーズでして、で一番最初のロードワークっていうのは宮城県石巻で撮影しまして、で2018年から2022年までは東京で撮影しました。土木がテーマになっている作品シリーズで、土木と都市開発ですね。なんか自分たちの環境を作っているものだし、ですごい自分たちの生活を大きく良くも悪くも変えていってしまうもの、そういうものがテーマになっています。で今回のロードワークアンダーシティっていうのは地下っていうのがテーマになってます。そう、結構ね音がすごい反響するし、で水はこれ結構赤くて赤いところが多いんですよ。これ実は渋谷の語源にもなってて、渋ってつまり赤って意味なんですけど、なんか砂に鉄分が多く含まれてるらしくて、それがサビみたいになって酸化してこういう赤い水みたいなのが多いです。これはなんか汚いからとかじゃないんですよね。いろんな場所で撮影してるんですけど、地下鉄の廃液だとか下水処理場とか地下駐車場であったり、今回撮影した中で一番大きかったのは地下調整池っていって、たくさん雨が降った時に水を逃がすための、地下にある大きな池みたいな場所で撮影してます。普段入れない場所に許可を取って、でその中でスケーターたちが照明を背負ってスケートをしていくってことを通じて、その都市の可能性みたいなものをどんどん開拓していくっていう作品の内容になってます。水の上にねカビのコロニーみたいなのが時々あるんですけど、今回でもちょっと少ないかな。そうですね、この赤いのがその渋谷の湧き水に含まれて鉄分の赤なんですけど、結構ハムシとかいたりとかね、これなんかカビのコロニーみたいなのがポコポコ島みたいにあったりするんですよ。なんか文字書いてある。これ読みます？なんか文字が書いてありますね。これなんで書いてあるんだろう。消えちゃった。で今回は池尻にある目黒観測船という場所で展示を行いました。246と山手通りの交差点にある一つのぽっかりと開いた穴みたいな空き地なんですよ。でこの観測船というものは井戸なんですけど、地盤沈下とかそういったものの対策を練るための場所なんですよ。ある意味地下につながる場所として、で今回地下を撮影した映像作品をそこで展示している。普段そこって本当何なんだろうね、通りながら思ってる場所だったんで、都市の中で開かれてない場所に対して人間が表現したり行動したりする可能性を開いていくっていうのが、実際にやっぱり予想してないものとの出会いみたいなものがストリートアートの面白いところなので、そういう展示構成を作ったっていう感じですね。天井にねこうやってやっぱ湿気があるんで、すごいなんだろうな、水玉がついてたりとか、あとなんかちょっと鍾乳石みたいになってコンクリがついてたりしますね。なんかすごい名刺がある。誰だ？アーティストの名刺がある。やばいっすねこれ
バイエヌさんのちょっと汚いけど触っちゃおうかなこれ。何これやばいっすね。アーティストの名刺がある入ったのかな。でも結構物が流れてきたりもするんでね。今回の撮影では映像の撮影の他に 3D スキャンしてまして、でこの 3D スキャンっていうのは空間をデータ化することなんですね。スキャンした空間もそれ自体をコラージュしてつなげて、で一つの巨大な都市迷宮みたいなものを作るっていうことをやってます。実在している場所同士を地図のように組み合わせるのではなくて、それをまるでキメラのようにその架空の都市みたいなものをもう一回そのプロジェクトを通じて浮かび上がらせるっていうことがテーマになってます。上からだから水と一緒にゴミとかすごい落ちてきてるんですよ。さっきの名刺とかもこっから流れてきたかもしれないですね。上の光が結構見えます。で今多分ちょうど駅の真下ぐらいに来てて、ここにカーテンがあるんですけど、このカーテンの先にそのさっき言ったオンデン川と歌川の合流地点があるんですけど、ここは下水もあるんですごいこの中臭いんですよ。だから今日は入りません。でも映像の中だとこの中で撮影してるショットもあったりするんで、ちょっとこの辺まで来ると匂いがすごい本当に。じゃあちょっと戻りつついろいろ見ていきましょうか。こことかもなんかね、ここだけすごい盛り上がって、なんだろうこれ、石灰みたいなのがどんどん集まって鍾乳石みたいなのが大きくなってるのかな、わかんないですけど、ここだけちょっと大きくなったりしますね。やっぱ雨が降ってるからすごいいろんな場所から水が垂れてきててすごいですね。結構ね、なんか土壌とかね前いたんですけど、亀とかいないですね今年は。あ、すごいすごいすごいよ、すごい、うわすごい、うわすごいめっちゃいるで今回特に驚いたのが神田川環状七号線地下調整池という場所で撮影をしたんですけど、神田川が水が溢れた時に水がこうそこから入ってくるんですね。水と一緒にいろんな生物がそこに落ちてくるんですよ。ここでオーバーフローしたらこちら側に流れる。なるほど。でこれから連絡管で150メートル続いてて、この奥に本館があって、で本館の方で水を溜めていく。でそれをまた、洗い流して地上にポンプで生物と水を全部出すんですけど、そういう作業をしていたんですよね。その神田川の生態系の中で半年間以上地下50メーターの真っ暗な場所でその生物が暮らすっていう生態系がこう含まれているってことを発見したりとか、でそういうものも、そういう都市の土木のサイクルの中にあるっていうものを、地上とやっぱり地下っていう場所がすごいこう密接につながっていて、地上のその環境を変えているっていうのを、今回見ることができたのは面白かったですね。結構この暗渠の内部にグラフィティが書かれてたりすることもあるんですけど、やっぱ梅雨時期とか水が多くなる時期は結構グワーっていっぺん流れるからかな、結構薄く消えたりなくなったりとかしてるんですよね。あとやっぱ清掃の人が冬から春の間入っててかき出しながら出てくみたいな何回か見たことあるんで、もしかしたら結構今回綺麗なのは清掃明けだからかもしれないですね。PI、でもなんか工事で来てますね最近ね。計測した後とかありますね。設計と3ミリずれてるこれで渋谷川の暗渠が終わりになって、渋谷川にここから続いて目黒とか広尾の方にずっと流れていく感じになってます。